鉄板を買ってくるんじゃなくて鉄板を作ろう。彫刻っていうのは本当に視線が跳ね返ってくる。まだその世界に表現の可能性があるんだっていうところに行こうという。角さんがまず美術の道へ進もうと思ったそのきっかけというか、そのあたりをまずお話ですか。きっかけはいろいろあるんですが、僕が出会ったさまざまな先生方の影響が強いです。小学校の時の先生は牛ばっかし描いてる先生でしたね。中学校の先生はバレーボール部のスパルタ教師で、岐阜には VAVA と書いてババというアバンギャルドグループがありまして、俺は長良川アンデパンダ展に作品を出すんだと言って、夏休み体育館にバーッと紙を広げて、そこにバケツに絵の具をいっぱい溜めておいて、なぜか竹ぼうきでバーッと描いてたんですね。先生は気が狂っていると僕は思いましたけれども、そしてもう一つ決定的になったのは、私1年間だけ名古屋の大学行ったんですけど、あまりにも展望が見えなくて中退しまして、そして横浜にありますビーゼミスクール、そこに通いまして、初めてプロのアーティストという人たちと出会ったということが以後の僕の制作に強い影響を与えた。でこれは三木富夫さん、耳をずっと作り続けた作家で、アシスタントを僕少ししたんですけれども、耳を作りなさいっていきなり言うんですよね。ってこれはテストなのかな何かなと思いながらある程度作ったんですよ。そしたら三木さんが「ダメだな、俺が作るしかないか」って。で50何点全部オリジナルっていうのを作るのを僕がアシスタントしたんですけど、僕は当時ミニマルアートというムーブメントに非常に魅了されていまして、でそれと耳を作ってる作家との落差がすごかったんですよ。でミニマルアートに向かおうと自分がしているのに、その僕の横でずっと毎日耳を作り続けてる人がいるっていう、そこのところが当時は僕はまだ整理ができなくて、いまだに三木さんの影響っていうのは引っかかっているっていうことはありますね。当時考えていたのは、色と形というそういう単純な要素だけで成り立っていて、そして空間の中で強い存在感があるっていうのかな。で当時はモノ派全盛の時代でもありましたので、自然の素材に手を加えないでレイアウトするというような傾向の作品が多かったんですけれども、僕はあえて色を使う、あるいは磨くとか、そういうことで作品が成り立つっていうことが主眼でやってましたね。でそれから角さんは76年ですよね、アメリカにニューヨークにアメリカの抽象表現主義という大きな流れを知りまして、とにかく実物を見たいという意味で行ったんですね。でびっくりしました。ジャクソン・ポロックであるとかマーク・ロスコであるとか、絵画の持っている現場性っていうのかな、まさしく向かい合うっていう、そしてその前をうろうろするっていうのを実際に体験したっていうことは強かったですね。最初の頃は最近また爆発していらっしゃいます篠原牛郎さん、牛ちゃんのところにちょっと居候していまして、とにかくぐるぐる歩き回ってましたね。モマに行くか、僕ジャズが好きだったんですけどライブハウスとかそういうところに行く金はなかったので、ライブハウスの外で聴いているというぐらいでしたね。得たものというのは、これは太刀打ちできないなってまず思いましたね。まず重量であるとかサイズであるとか、別にそのパワーゲームって言っていいのかな。アメリカのアートっていうのはどこかそういう要素も非常に強いんですよね。例えばリチャード・セラの巨大な鉄の塊とかっていうのを見れば一目瞭然なんですけれども、その戦いはどう見ても無理だと。そこに参戦はしないようにしようと。で僕はどこに参戦すればいいのかっていう、片方では日本のモノ派の人たちの人為的なその概念をもう一回疑ってまっさらにしようっていうようなことが片っぽにあるんですね。そしてアメリカンアートの非常になんていうかな、ブルドーザーで押し広げていくようなパワフルなものと、その僕はどちらもちょっと僕の道じゃないな。となるとどこへ行けばいいのかっていうのがまだ70年か
れから80年代の初頭は自分でよく分からなかったんだけれども、とにかくどちらにも行かないようにしようということだけは決めてましたね。この作品が、一つ大きな転換点になっているわけですよね。まずね、ありがたいことにね、70年代の僕の作品は全く評価されなかったんですよね。で、何がダメなんだろうって考えた時に、使っている素材が既製品に手を加えないで使っていましたので、その素材を自分で作らないといけないんじゃないかと思ったんですね。鉄板を買ってくるんじゃなくて、鉄板を作ろう、あるいは、金属の板を作ろうと思うんだけど、それならどうしたらいいんだろうっていうところからスタートしたんです。で、いわゆる鋳物屋さんというのを研究に行ったんですね。ロー型鋳造という技法がありまして、原型を一回ローに移し取る。あ、そうか、ワックスで原型を作るんだっていうことが分かって、それでこの作品も、それからここにありますこういったものを作るようになってきたんですね。実は型は一緒なんです。1個の型で2つ作ってるんです。で、作り方としては1個の型にこうワックスをこう塗っていって、そしてこういうところにワックスがこう垂れたような跡がありますけれども、自分でも驚きがあったんですが、ワックスは弱い材料ですし、透過性もありますので、人の肌のような、あるいはなんかお菓子のようなそういう質感があるものが金属に変わった途端に全く違うものになる。石膏で作るということは型がそんなに強固ではないので、熱い湯を湯というのは溶けた金属のことを湯っていうんですけども、流し込んだ時に型が負けちゃうんですね。その負けた時に俗にバリっていうんですけども、いっぱい妙なものが出てくるんですよ。で、70年代の僕でしたらそれは許されないことで、原型通りきちっとできなきゃいけないとか、あるいはエッジがぐちゃぐちゃになっちゃダメだっていうのが、鋳物に出会った時にそれはそのままでいいんだ、出てきたもので構わないんだっていうふうに思いました。で、これ失敗なんです。職人さんはのたらずっていうんですかね、全部流れきってないっていうんですかね。で、ああ大失敗だって言ったんですけど、まあいいかそのまあいいかっていうのがね、重要なんですよ。絵と彫刻というどこに違いがあるのかっていうことを考えた時に、彫刻における表面っていうのはすごくクローズアップされてきたんですね。で、絵というのは限定された空間の中にマジックを仕掛けるのが絵だと思うんですね。で、彫刻っていうのはそのマジックが効かないんですよね。僕がここに立っていて、そしてここにこの彫刻があるっていうのは全く同じ場所にいるわけで、美術館では許されないけど叩けば音がしますし、リアルな関係が成り立つ。で、その時に一番そのリアルさが視覚に飛び込んでくるのは、本当に薄皮一枚の表面でしかないんだっていうことに気づいたんですね。で、例えばロダンの考える人であるとか、それから上野の西郷さんでもいいんですけど、彫刻をやったことない人はあれが無垢の塊だと思ってるんですよ。だけど中は、全く空洞なわけで、彫刻っていうのは本当に視線が跳ね返ってくる、その薄皮一枚何でできてるかっていうことが本当に重要なんだっていうことを気づいたんですけどね。当時僕が彫刻の空間を言葉で表すと、壁と橋っていうことをウォールズ&ブリッジスって言っていたんですが、ウォールは壁ですね。視線を弾くというか自分に戻ってくる。で、ブリッジっていうのは渡るものですね。で、この作品で僕は一つの作品の中に壁と、これマウンドがあって、ここに橋状のものがあるんですが、僕の考える彫刻のメソッドっていうか基本的なものを全部この一個の作品に入れてみようと思って作ったんですね。最初僕全く無知だったので、板を作りたいっていう単純な欲望でブロンズ屋さんに行ったので、2メートル ×2 メーターぐらいの大きなワックスでそういう原型を作ったんですよ。そしてブロンズ屋さんの社長さん呼んで、これをブロンズにしたいんだって言ったら、300万かなって言われて、ってそんなの無理だって思って、だったらこのままでもいいかなって思ってやったのがワックスワークの始まりなんです。
でワックスワークっていうのは再現がないんです。いくらでもどんどん拡張していきます。あるいはハケで塗った時に飛沫が飛んだりするのが、それも一つの表現の一部になるということがワックスワークの面白さであり、そしてブロンズワークっていうのはそういったさまざまなアクションであるとかプロセスが一気にこう消え去ってしまって表面だけが残るっていう、その潔さというか、そのどちらも僕にとって魅力があったんですね。作り方というのを簡単に、説明いただけますか。作り方はね、できれば話したくないですね。情けないんですよ。左手に鍋、右手にハケです。そして料理をするように、ワックスを大きな釜で溶かしまして、シチュー鍋です。それを壁にただひたすら塗っていくという。そのワックスはあっという間に固まります。非常に薄くて光を透過する、でも自立して立っているというもので、壁を赤と青に塗ってありますのは、壁から薄い板状のものがこう突き出てくるっていうのかな、生まれてきて床にこう寝そべってくるっていうようなニュアンスを意識させるように塗ったんですけどね。板が立つにはどうしたらいいんだろうってずっと考えていて、このベールというシリーズで初めてワックスで作っていたものが自立して床にこう立つっていうことが可能になったんです。で裏が強烈であればあるほど表が問題になってくるっていうのかな。冬にニューヨークからナイアガラの滝を見に行きたいと思いまして、カナダ側に行きますと滝壺の裏側に入るコースがあるんです。まさに落っこちている滝壺の裏側に出られるんですよ。で目の前にザーッとこう水のこうまさしくベールがあるんですが、それは表から見てるんじゃなくて裏から見てるんだって、自分が裏を見てるんだっていうことが分かった時に、なんかすごいこれだって思ったんですよね。で特にそういった裏っていうことを強調したいと思ったんですよね。フズリナっていうのは化石の名前なんですけどね、それが紡錘形をしてるんです。私の姉が地学の教師でして、小さい頃からハンマーを持って山に行くっていう変わった姉だったんですけども、その姉から美しさを見せられて、ずっとその私の作る形とそのフズリナがこう合わさってそういうタイトルをつけたんですが、この形が要するに紡錘形の断面みたいなものなんですね。でそれとこちらのベールのようなものが合体して頂点にあるものがずっと下まで連続してきて一つの形が生まれるっていうことをここで実験したんです。でそれの次に紡錘形を視覚的にもっと軽くできないかなと思った時に、こういう形があってこういうふうに進んでいって一旦中に入ってまた次の稜線に当たるっていう、簡単に言うと S 字型の形を発見して、 S 字型のカーブがベールのシリーズのようにそこの形がずっと下に続いていって、そしてそれなおかつ立つっていうものを考えたんですね。このダンスのシリーズは一番のポイントは、今まで板状のあるいは膜状のもので作品を作っていたのをもっと古典的な、要するに人体像の構造、床に立つという、人間の基本的なポジションですけども、そういった古典的な彫刻の構造をもっと作品に移行したいというのが強かったんです。これは今まさにこの S 字型の部分が支えているっていうかな。だからこれとこれが2つの世界が一つの作品で合体してるんですけども、これになるともう S 字は消えてしまいました。で簡単に言うと下だけになったんですよね。作り方は石膏のこれ直付けって言いまして、溶かした石膏をつけては削りつけては削りなんですけれども、自分が俺が今やってることはもう球体依然とした人体彫刻と同じことやってるんじゃないかなっていうふうに気づいたんです。でその時にやめないでやっていこうと思ったんですね。それは考え方としては球体依然かもしれないけど、それを今作る、こうやってやってきて今僕が作ってることに何かまだ可能性があるんじゃないかなって思って、でその考えは今も僕続いてるんですけども、
どうしても石膏っていうとフィニッシュが石であるとかブロンズであるとすると、それの予備段階というようなニュアンスがあるんですが、それは多分日本だけの悪しき伝統なんじゃないですかね。美大を受験するのに石膏像を描くという非常に不思議な国ですから、石膏像というものが代替品のようなイメージがあるからそういうふうに思うんでしょうけど、作った人のダイレクトなものが残っているという気がするので、あえて素材をそのままに、そして白いということの持っているある強さというのかな、そういうものも意識しましたけどね。僕の考えるダンスっていうのはこうリズムにこう合わせて踊るっていうことをダンスって言ったんじゃないんですね。静止は基本的に人間っていうのはできないんですよね。きちっとこうなんかこう止まっていると苦しくなっていきます。だからしゃがんでいてこう立ち上がるっていうこの単純なこと、これが僕はダンスなんじゃないかなと思ったんですよ。僕は一生懸命彫刻が壁からあるいは床に寝そべるものからなんとかこう立つようにしたいってずっと考えたんですね。その立たせるためにはものすごくいろいろ障害があって、一番の障害はもうそれは終わった世界だっていう考え方が一番の障害だったんですけども、でもそうではないんだ、まだその世界に表現の可能性があるんだっていうところに行こうっていう。例えばジャズでいうとセロニアス・モンクっていう人はピアノのスタイルは非常に古いピアノのスタイルなんですよ。でもとんでもない演奏をするんですね。で美術で考えると具象的な表現をしていて、ある時抽象的な表現にこう向かうっていうその狭間のポジションがあるんですね。例えばピエト・モンドリアンが、木の絵を描いていて、でそれが縦横の絵になっていくとか、あるいは逆のポジションもあります。ジャコメッティは構成主義的な作品を作っていて、それが人体彫刻に逆戻りしていくとかっていう、そういうなんか分岐点みたいなのがあるんですけど、その分岐点のようなところを絶対外しちゃいけないなっていうことを考えたんですね。で僕はそういう意味で言うとずっと大回りをして大学時代に先生にこんなことやってられませんよって喧嘩をしてやめたような粘土で物を作るとかというようなところに戻ってきたっていうか、戻ってこれたっていうかな。でまだこれは解決がついていませんが続けていますけどね。